先日、存在に到達する方法という動画を公開しましたが、今日はその関連の話です。こんにちは。マハリシ総合教育研究所群馬オフィスで超越瞑想を教えている森正也です。以前、存在に到達する方法という動画の中で、粗大な状態から微細な状態を体験していって、最後には最も微細な層を超越すれば、存在の状態に達することができるという話をしました。今日は五感を通してそこに到達する話をしますのですが、多分ちょっと難しそうな話だと思うかもしれません。イメージで話をしますと、瞑想をしてたどり着く心が落ち着いた静かな状態、無我の境地とも言われますが、そこに到達すると何もない状態、それが究極の瞑想のゴールだという感じはわかりますでしょうか。この時、何もないという表現はわかりやすいのですが、実際には五感が働いていない状態というだけで、実はそこは無限のエネルギーの源の場所です。無我の境地という言葉をよく見ると、我がないという状態ですね。それは私たちの五感や心などを含めた我がですね。それがない状態です。その状態は全部がなくなってしまっている状態ではなく、私という個別性がない状態で、何もないということではありません。その状態というのは、あなたが意識だけになっている状態とも言えます。それなので、その状態を超越意識と呼びます。あなたの意識が超越しているということです。言葉で言うと難しいのですが、超越瞑想を行うことで、その意識の領域を経験することができます。通常は超越瞑想で体験する領域で、それが全ての源です。そしてそれを存在、英語では being と名付けました。その存在の領域に達するというのはどういうことなのかについて以前の動画で説明したのですが、今回は五感を通してその領域に行くことについての解説をします。と言っても通常は無理ゲーな話なので、そういうこともあるんだぐらいの感じでお聞きいただければと思います。ここで存在に到達する過程を少し説明しますが、この世界は普通に見たり聞いたりできるものがありますが、さらに顕微鏡で見たりして、より小さいもの、より細かいものも見ることができます。今は電子顕微鏡で原子レベルのものも観察できるようです。そういうどんどん小さなものへと辿っていくと、やがてはその本質にたどり着きます。その本質を存在と呼んでいます。分子、原子、電子というような小さなものになってくると、それは私たちの体を構成しているものになりますよね。味覚、聴覚、視覚、触覚、嗅覚などにも関わってきます。それなので、それらの五感はどれもそういうこの世の基盤と関わっているわけです。ということは、それらの五感を通してその感覚を発達させていければ、より精妙な領域を感じることができるのではないか。そしてついにはその源にたどり着くことができるのではないかという話です。さて、それではですね、もしもですよ、五感のどれかによって私たちがそれを体験する能力を高めることができれば、それはそれでより精妙なものを感じられるようになると思います。五感は心とつながっていますが、私たちは何かを考えるとき、それが心で意識できるレベルに浮かび上がってくる前に、それを体験する能力があれば、それもまた微細なものを
感じ取ることができます。例えばこうして手をつねった時に痛いって思うまでの感覚的なところ、そこから考えとして認識するところですね。そこの言葉として認識するよりも前の領域を認識するような感じです。そこをもっと源の方まで到達していくことができれば、その源を超越して存在にたどり着くことも可能かもしれません。このように五感のうちのどれか一つを通して普段感じている状態からもっと精妙な状態を体験していって、最後には最も微細と言われる層を超越すれば存在の状態に達することができると言われています。存在というのは本来全てを超越しています。それなので実際は五感のどの知覚範囲にも属していません。存在は確かに存在しているのですが、何にも属していないものです。まさに捉えどころのないものです。それなので五感による知覚が停止した時に初めて超越領域である存在に到達できます。五感を通して体験している限り、私たちは相対界の中にいます。機械で言えば常にセンサーがオンの状態ですと、センサーの中に流れている電流はそのセンサーでは感知できない感じでしょうか。それなので五感のうちのどれかを使って微細な領域を経験していったとしても、それを超越するときにはその期間は何も体験していないという状態になっています。何かを感じるというものを遡っていって微細な領域に行ったとすると、その領域もまだ何かを体験しています。それを超越するとき、その感覚器官は微細なものさえも体験していないということになります。ちょっと難しいかもしれません。微細なものさえ感じていないということは何も感じていないということで、それが存在に到達した状態です。ちなみにこの体験するということは、体験する対象があって体験者がいます。これはその相対的なものと言われます。相対的というのは比べることができるとか違いがあるということですね。絶対というのは一つです。例えばですね、私はタコを絶対に食べないという人がいますが、そういう人は食べないということで他には選択肢がありません。そういう時に絶対とか言いますね。あるいは手紙を配達するときに住所がありますが、住所は一つしかありませんから、そこに手紙は届きます。でも住所が決まっていない人はいつも定まっていないので手紙を届けられません。住所が決まっているのは絶対的という表現でもいいのかもしれません。絶対というのを変化しないもの、相対を変化するものという人もいますが、そのように考えても分かりやすいという感じですね。さて、超越瞑想で超越するのはこの相対的な領域です。そこを超越して絶対的な領域、存在にたどり着きます。五感の話に戻りますが、五感というのは何かを感じています。その状態は何かの感覚を拾っています。絶対の領域というのはそういう知覚がない状態です。五感のどれかの機能を使って微細な体験をすることができるようになった時でも、最終的にはそれを超越して何も体験していないという意識状態に到達します。体験をするというのは体験する人と体験の対象があります。それはこの世の中、常に変化している中の出来事なので相対的です。そこから離れて絶対の領域にいるときには、体験者だった人は体験もなく、体験の対象もない状態になります。少し表現が難しいかもしれません。何が言いたいかと言いますと、こうしてペンを見ていますよね。私がペンを見ています。こうして観察しています。それで知覚が発達していくと、このペンの細部にも気がつきます。
ここはステンレスかな、ここはメッキかなとか、そしてさらに物質的なもの、ここはプラスチックかなとか、そういう微細なものまで見えてくると、そのペンの本質に到達します。その時には観察は停止状態になります。そしてそれが絶対の領域です。そしてそれは絶対を体験することになるんですが、それは思考のレベルでは体験することはできません。どうしてかというと、思考は本来相対的な領域に属するものだからです。五感も同様です。存在の超越状態は視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚のすべてを超えたところ、あらゆる思考、あらゆる感情を超えたところになります。存在のこのような隠れた絶対の純粋意識の状態が生命の究極の状態です。この状態は超越瞑想のシステムによって簡単に体験することができます。今日は紹介が遅れましたが、この超越瞑想の本の70ページあたりの話です。電子書籍版ですと第1部存在の科学の第2章存在に到達する方法の最後の方です。はい、今日の話は以上となります。今日のお話に興味を持たれてまだ超越瞑想を学ばれていないあなた、ぜひお近くの瞑想センターで行われている無料の瞑想説明会にご参加いただければと思います。私は群馬フストで教えています。今日の動画が良かったという方はぜひいいねをお願いします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。